皆さん、こんにちは。マミの健やか日本語ポッドキャストです。このポッドキャストでは、日本語で日本に住む私の頭の中を静かに言葉にしています。朝、少し落ち着きたい時や、夜、今日はそろそろゆっくりしようかなと思った時に、そっと聞いてもらえたら嬉しいです。皆さんいつも聞いてくださって本当にありがとうございます。最近字幕にヒンディー語を追加したからなのか、インドから聞いてくださっている方が増えました。本当にありがとうございます。今は自動翻訳を使っているので、細かなニュアンスまではうまく伝えられていない部分もあると思います。それでも聞いてくださっていることがとっても嬉しいです。ありがとうございます。そして久しぶりの更新になってしまいました。大変お待たせいたしました。私個人的な話なのですが、この4月から生活リズムが変わりまして、録音できる時間を確保することが少し難しくなっていました。でも今は工夫しながら録音の時間を作れるようになってきたので、また5月の後半から少しずつ更新していきます。楽しみにしていてくださいね。今日のテーマは天気痛と戦う日本人です。皆さん、天気痛という言葉を聞いたことがありますか？雨が降ったり気圧が下がったりすると頭が痛くなったり体が重くなったり眠くなったりする人もいます。このように天気の変化によって起こる体調不良のことを日本では天気痛と呼ぶことがあります。今日はですね、この天気痛の話と日本でよく言われている対策について少しお話ししてみようと思います。皆さんは日本の天気予報のニュースやアプリを見たことがありますか？冬になる頃には花粉の情報が出てきます。そして季節の変わり目や梅雨の時期になると天気痛の情報が出てくることもあります。日本では天気と体調を結びつけて考える人が結構多いんですね。今年のゴールデンウィークの前半はあいにくの悪天候でした。もうまるで台風のような雨と風で出かけるのもとっても難しい、そんな日々でした。そして気圧が急に低くなったせいか、私自身も本当に体がだるくて重くなりました。そしてとにかく眠いのなんの。もう体が、今日は動きたくありません。まぶたが重いです。と言っているような感じでした。皆さんはどうでしょうか？雨が降りそうな天気の時、体調が悪くなったり眠くなったりすることはありますか？それから皆さんの国では天気痛に特化した薬売っていますか？日本ではですね、天気痛に対応した薬が売られています。例えばドラッグストアに行くと二日酔いの薬の近くに置かれていることもありますね。ど
うして二日酔いの薬の近くにあるのか、その理由は後で少しお話ししますね。天気痛がどうして起こるのかというと、皆さんどうしてだと思いますか？耳の奥にある内耳という部分が気圧の変化に反応することが関係していると言われています。この内耳が敏感な人ほど天気痛になりやすいと言われています。私もその一人です。例えば乗り物酔いしやすい人、飛行機で耳が痛くなりやすい人、エレベーターに乗って耳が痛くなる人など、気圧の変化に弱い人というのは内耳が敏感なタイプかもしれません。そしてここで少し薬の話をしましょうか。お酒を飲む方の中には次の日、頭が痛い、そんな二日酔いになったことがある方もいらっしゃるかもしれません。二日酔いの頭痛と天気痛の頭痛は体の中の水分バランスの乱れ、これが関係している場合があると言われています。そんな時に日本では五苓散、ちょっと難しいですね。五苓散という漢方薬が使われることが多いです。五苓散、ちょっと難しいので、またコメント欄のところにも書いておきますね。以前、薬剤師さんから天気痛に使われる薬と二日酔いの頭痛に使われる薬には同じような考え方で使われる成分があると教えてもらったことがあります。ですので、天気痛の薬が見つからない場合でも五苓散という漢方薬が選択肢になるということがあります。ただし、薬はやっぱり体質とかその時の症状によって合う合わないがありますし、年齢制限とか他の制限がありますので、気をつけて購入してください。もし日本にいる時に、もしかしてこれ天気痛かなと思ったら、ドラッグストアで薬の資格を持っているスタッフの方に相談してみてください。その時に症状を話したら、それに合った薬を一緒に選んでもらえます。で、どうして私がこのような話に詳しいかというと、実は私、医薬品登録販売者という資格を持っています。一般の医薬品を販売できる資格です。それで薬の成分とか選び方についてたくさん勉強しましたので、皆さんよりも詳しいかなと思います。SNS とか YouTube を見ていると、海外の方、それから日本人もそうですね、日本のドラッグストアで特定のなぜか人気のある薬をたくさん買っている動画を見かけることがあります。もちろん日本の薬に興味を持ってくださるのはとても嬉しいんですけれども、ちょっと心配になることもあるんです。というのも、自分に必要のない成分まで飲んでしまっている場合もあるからです。また、この会社の薬より
こちらの薬の方が成分も合っているし、有効な成分も多いし、しかも安いのになぁと思うこともあります。なので、たまにね、私の日本語クラスで、今度日本旅行に行くんですが、先生おすすめの薬ありますかと聞かれた時には、なんかこう SNS で人気の薬とかではなくて、まず皆さんの症状をよく聞くようにしています。頭が痛いのか、いつ痛いのか、どんな風に痛いのか、胃が気持ち悪いのか、食べた後に大変なのか、食べる前に大変なのか、眠気がありますかとか、アレルギーはありますかとか、熱は出てますか、鼻水が一番しんどいですかとか、症状によって選ぶ薬は変わりますからね。そして情報を発信している私が言うのもなんですが、皆さん SNS の情報をそのまま鵜呑みにしすぎないでくださいね。お金ももったいないですし、体にも良くない場合がありますからね。自分に合ったものを必要な量だけ使って、心も大切にしてください。そして薬だけではなくて、天気痛の時は無理をしすぎないということも大切です。眠い時は少し休む、目を閉じる。体が重い時は予定を詰め込みすぎない。水分をしっかりとって体を冷やさない。そして今日は気圧のせいかもしれないなと自分の体を客観的に見てあげる。それだけでも少し楽になることがあります。皆さんの国にも天気と体調に関する言葉っていうのはありますか？雨の日に頭が痛くなる、台風の前に眠くなる、季節の変わり目に体が重くなる。そんな経験があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。さあ、今日はここまでにしましょうか。次回はですね、5月病と戦う日本人について少し話したいと思います。なんだか戦ってばっかりですね。日本にはですね、5月病という言葉があります。ゴールデンウィークの長期の休み明けに体も心もだるくなることを5月病と言います。次回はこの5月病について少しお話ししてみたいと思います。それでは久しぶりの更新、最後まで聞いてくださってありがとうございました。このポッドキャストが日本語のリスニング練習や静かな時間のお供になれば嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。